成功の土台はフレンドシップ。皆さんこんにちは。ビジョン心理学トレーナーの大和美奈です。ビジネスに聞くビジョン心理学。今日は成功とチームの友情についてお話ししたいと思います。私たちは一日の大半、仕事をしている方というのはほとんど長い時間仕事をしているわけですよね。しかし長い時間を費やしているその中で誰かと競争をしたり喧嘩をしたり、表立ってはしないけれども心の中で批判をしたりしていると、そこに分離が起きてきて、結果競争が起きてきて、何か会社に行くのが、働きに行くのが楽しくなくなったりします。チャックさんは同じ実力のチームが2つあった場合、どちらの方が勝つかというと、それはスポーツでもプレゼンテーションでもそのチームに友情が強い方が勝利するんだとおっしゃっています。その理由は何だかお分かりになりますか？ワンチーム、ワンゴール、ワンビジョン。チーム全体がお互いに自分の個人の利益、自分の個人の欲を乗り越えて一つのチームとしての勝利に向かうからなんです。友情のあるところには思いやりがあります。そして女性性がありますから、ナチュラルにここが手薄だなと言ったら、男性同士でもそこにパッとサポートするために入ることができるんです。思いやる力と、それから相手に感謝する力というのが友情があるとたくさん出てきます。誰しもいつもいい調子の時ばかりではありません。成績がいい時もあればそうでない時もありますよね。そしてまた成績が良かったとしても心の中は殺伐としているということも数多く見受けられます。その時に友情があったら、そっと連絡をして、どうしたの？自分でよかったら話を聞くよとか、何か悩んでることがある？というふうにお互いがお互いをサポートし合えたらどうでしょう。また自立から相互依存へ向かう角というところを、私たちはパートナーシップの曲がり角と言いますけれども、そこで男性性と女性性のバランスが改めて取られてくるんですね。依存の時に傷ついて犠牲になってしまった私たちは、自立をした時にもう二度とこんな風に弱い、傷ついて犠牲ばっかりしてる自分にはならないぞ、使われて支配される、奪われてばっかり、そういう自分にはもうならないと言って力をつけ、パワーをつけ、そして自立の方に入っていきますが、満たされていない、癒されていない依存があるためにどうしても人から奪ってしまうんです。そして競争の中に自分を投げ打って、自分はいつも勝ってなければ気が済まない、そんな風になっていってしまうんですね。しかしチームですから、勝つ日もあれば負ける日もある。それは個人にも言えることです。その時にそこから学ぶ、あるいは自分に足りないなと思うことが何なのかを理解して、お互いが批判せずに、じゃあここは自分が強いからここは任せてと言ってリーダーシップを相手に取ってもらう。そして自分がそれにサレンダーしてついていく。そしてまた別の領域で自分がここは任せて、ここはね自分がよく分かってる道だし、一回こういうことしたことあるんだよねというふうに自分の経験値を分かち合った時に、そのチームはお互いに違いがあるがゆえに相互依存を生きることができるんです。つまり自立ではお互いの違いがパワーストラグル、主導権争いのネタになってしまうんですけれども、相互依存に向かうとお互いが思いやることができるので、そこから友情がどんどん深まっていくんです。これは例えば部下が上司の気持ちをおもんばかって、チームのために今これが必要で自分にできることはこれだなということでベストを尽くした結果、上司を助け、そしてチーム全体を助けるということもできます。そこで上司がその人がどういう気持ちからその行動を取ったのかということを理解して差し上げれば、上司と部下であるにもかかわらず対等な友人関係になることができるんです。私のところには経営者さんがよくいらっしゃるんですけれども、その経営のトップの方が子会社の社長さんを私のところにまた送ってきてくださる方がいらっしゃいます。その両者を見ていると、非常にその子会社の社長さんというのは親会社の社長さんのことを男同士ではあるんですけれども愛してるんですよね。そして尊敬している。自分の人生を変えてくれた人だと言って、自分もあんな風になりたいと言って、その親会社の社長さんの背中をずっと追いかけていくんです。それは親会社の社長さんがビジョンを生きているから
そして自分のした成功というものは個人が成し遂げたものではなくて、チーム全体で自分たちはこれを作り上げているのだ。だから私たちはこういうふうに豊かさに良くする、そういう受け取る権利があるんだよと言ってお給料を上げて差し上げたり、また非常に承認してどこか表彰旅行のような旅行に連れて行ったり、家族のことをどうしてるっていうふうに気づいてあげたり、また部下の方というのも社長がどんなふうにいつも感じておられるのか、何を大事に仕事をしているのか、どんな人間関係でこの人は嫌な気持ちを感じるのか、そういうことが分かってるからこそ、その方だけではなくて、またその周りの社長さんの仲間という人たちのこともとても大事にするし尽くすんです。それはとても対等で美しい友情がそこにあると思います。ですから子会社の社長さんの背中を見て、また部下の人たちはよし、自分たちも頑張ろう、この両方の社長さんたちのために自分たちにもできることがあると言って貢献するんです。そしてうまくいった時に、自分もこの会社に貢献することができて社長をサポートすることができるんだと言って、部下の人たちの自己価値も上がってくるんですね。自己価値が上がると何が起きてくるでしょう。仕事に行く意味が出てくるんです。この会社は必ず自分の頑張りを見てくれる。そして自分が何をしているのかトップの人たちは分かってくれている。だからこそこの社長を本当に盛り立てたいんだという、そこには友情を土台にしたビジョンを共に達成していく仲間、同じ船に乗っている仲間としての一体感が生まれてきます。私たちはこんな風にビジョンを生きていくために、パートナーシップ、これは1対1の関係性ですね。上司であろうと部下であろうと対等である。そしてそこからそれがどんどん広がっていってフレンドシップ。自分の友達ではないけれども、社長の友達も自分の大切な人だから自分にできることをしようというふうに、また社長さんの方も部下の大切な仲間だからこういうふうにみんなが楽しく仕事をしていけるようにお給料を上げてみようというふうに、お互いを思いやりを持ちながら仕事をしていくことができるんです。いかがでしたか？ビジネスに聞くビジョン心理学。成功の土台はフレンドシップ。またそれを生きてみてくださいね。それでは。